んな元気ですか？コッヒーです。小比類巻かほるのラジオ第9回目の配信です。この番組は1曲をピックアップして今私の中でアップデートされていることをお話しさせていただく YouTube ミュージックのポッドキャスト向けラジオです。約10分間お付き合いくださいませ。コッヒーレディオ、今回は先日この世を去った偉大なる音楽家クインシー・ジョーンズを偲んで Think Q と題して思い出の会話を綴ってみたいと思います。私が初めて購入したレコードはクインシー・ジョーンズのアルバム The Dude でした。擦り切れるほど聴いたその LP は張り飛びが起こるほどで1円玉をカートリッジに乗せ毎日聴いていました。もう1枚買おうとレコード店に行った時、今ならクインシー・ジョーンズのポスターがついてきますとのことでゲット。私はてっきり彼がこのアルバムのシンガーソングライターなんだとポスターを眺めて素敵だなと見とれておりました。そんな折テレビで武道館コンサートがオンエアされ、その音楽に釘付けに見終わった後、この方は指揮者だったんだと衝撃を受け、私もこのような方になりたいと心に刻み、彼の音楽とその出会いが後のかほる小比類巻を育ててくださったのでした。ここで皆さんからのメッセージご紹介いたします。ようこさんから、音楽界の巨匠クインシー・ジョーンズ様の訃報を知り、心からご冥福をお祈り申し上げます。コッヒーが初めて人前で歌われたライブ、その会場のステージや雰囲気が素晴らしくて、あのクインシーのビデオのように私もいつかファンキーに歌おう、自分の歌を探し出そうと決意されたと伺いました。私たちに今まで歌を通して教えてくださったのがクインシー・ジョーンズの歌の魂ではなかったかと思います。人生においての一曲を選ぶとすればの問いに、愛の子リーダーですと答えられていましたね。クインシーから受け継がれた音楽で幸せに、音楽は人の生命を変えていけるという思い、私たちはしっかりと受け止めさせていただいています。思い出や思いなど聞かせていただけると嬉しいです。ありがとうございます。そして太子さんからもいただいてます。コッヒーが崇拝されてきたコッヒーのアイドルでもあったクインシーが天国に召されて、どんなに心を痛めておられることでしょう。私もとても悲しいです。1990年にミュージックフェアにゲスト出演されたコッヒー、クインシー・ジョーンズ、サイーダ・ギャレットの共演が忘れられません。マーコさんからもいただいてます。テレビでコッヒーとクインシー・ジョーンズ様が共演した時に、司会の方がコッヒーにクインシー・ジョーンズさんに質問はありますかと聞いたら、コッヒーがとても嬉しそうに、特にありません、全部知っているのでと答えて、クインシー・ジョーンズ様がとても優しい目でコッヒーを見つめていたことを思い出しました。ありがとうございます。柏人さん、秋野さんからも愛の子リーダーリクエストいただいております。今日は私が愛の子リーダーから影響を受けて作った曲、サマーファクターをしばしお聴きください。震えるほど激しいスコール、波間に虹を描く、胸の奥に刻み込みたいマナスがあるのね。無謀なまま裸足のハートカバンに詰め込んで、水平線目指すオールはあなたへ向かうの。
ただいているのは小比類巻かほるでサマーファクターです。メッセージさつきさんからいただいてます。クインシー・ジョーンズはその存在自体が音楽の歴史そのものだと言っても良いくらい偉大な音楽家だと思います。才能のあるアーティストはみんな魚座なんだよ。クレイジーじゃない？マイルスとプリンスは双子座だけどみたいな話をされているのをテレビか何かで見たことがあります。コヒーもまさにパイシーズですよね。はい、ありがとうございます。クインシー・ジョーンズ様とお会いしたのはワーナーミュージックジャパンの社長宅でした。その特別なスケジュールをブックさせていただき本当に感謝しております。その日のために私はクインシーが日本酒が好きだと伺ったので幻の名酒をゲットし持参いたしました。お宅にお邪魔し案内されるとあの憧れの Q 様の第一声が Hey Pisces と言ってハグ。君は面白い声を持っているね。僕は好きだよとおっしゃってくださいました。私は天にも昇る嬉しさできっとニコニコ感が半端ないオーラだったのではないかと持参の日本酒を手渡すと Q 様は Oh, sake! I love it! とワーナー社の社長の奥様と、4人でそのお酒を飲み明かしたものでした。そのお酒の器はですね、マスになっておりまして、粋な計らいですよね。マスで4人で飲んでたんですが、クインシーがこれ持って帰っていいってちょっと聞いたんですよね。そしたら社長様がですね、じゃあ次のバックオンザブロックのリリースパーティーで用意するよと言ってリリースパーティーでは Q 様専用のマスの器が皆さんに配られたのでした。今も後悔が残るのはなぜお写真一緒に撮らなかったのだろうですが、私はせっかくプライベートでいらっしゃってるのだからファン丸出しは失礼に感じるなと思い、帰り際アルバムバックオンザブロックにサインをいただいたのです。そのサインがたくさん書かれていて、カタカナでだと思うんですけれども、愛してますと書かれておりました。涙するほど宝物をゲットです。今でも日に当たらないように大事に保管しております。最後にポエトリーの時間。今日はクインシー・ジョーンズインタビューからの言葉です。人同士を比較するのは無理だ。14歳の頃からビリー・ホリデー、エラ・フィッツジェラルド、サラ・ボーン、アレサ・フランクリンなどのアーティストと仕事をしてきたけれど、みんな全く違う。彼女たちに僕にはロックンロールのレコードは作れないと言われ続けたけれど、僕は12歳からロックンロールをやっていたんだ。ロックンロールがリズム&ブルースと呼ばれていた時代から。神は私たちに12個の音をくれた。ベートーベン、チャーリー・パーカー、バッハ、カウント・ベーシー、誰であろうと12音しか使っていない。神が13個目をくれるまで君は君にできることをやりなさい。クイシー・ジョーンズインタビューからの言葉でした。いかがでしたか？小比類巻かほるのラジオ、YouTube ミュージックのポッドキャストでアップいたしますので、皆さんからのリクエスト、コメントお待ちしております。チャンネル登録、プレミア公開の新着通知もオン、お忘れなく。次回もクインシー・ジョーンズバックオン・ザ・ブロックの発売記念パーティーでのお話をさせていただく予定です。それではまた。コッヒーでした。See ya!